世界一わかりやすい聖書の要点解説です。使い方の実演、解説の順でご紹介します。まずは早速使い方を見てみましょう。変装スキルで入場。通常攻撃ボタン長押し。青ゲージが溜まりきってかつ共鳴スキルアイコンが光ったら共鳴スキル。通常攻撃ずっと長押し。共鳴解放。音階スキル。収装スキルで交代。これで OK です。アタッカー史上最も簡単まである。それでは解説です。聖将は密集共和軸のメインアタッカーです。すでにリュークヘルセンやダーニャで登場している密集共和ですが、何それって人も心配無用。ぶっちゃけ密集共和が何か分かってなくても動かし方さえ把握できれば OK なので、この動画ではまず動かし方のおさらいをします。ただそれだけだと味気ないので、続いて密集共和の復習をした後、聖将は密集共和に絡めた特殊能力を持っているので、聖将独自能力の解説という順番でいきます。まずは動かし方を改めて見てみましょう。変装スキルで入場すると青ゲージの方が少し溜まります。なんとなく想像つくと思いますが、この青ゲージと緑ゲージを両方溜め切るのが最初の目標です。その後通常攻撃ボタンを押しっぱにしていると、通常攻撃が勝手に何段か派生していって勝手に青ゲージの方が溜まっていきます。ちょろっと緑ゲージの方も溜まっていますが、これは通常攻撃の1、4段目で緑ゲージが、2、3段目で青ゲージが溜まるという謎仕様のためです。あんまり緑の方は気にせず青だけ気にすれば OK です。で、青ゲージが溜まりきった後、ちょくちょく共鳴スキルが光るタイミングがあるはずです。この時に共鳴スキルボタンを押しましょう。聖将は地上にいる時だけ共鳴スキルアイコンが光って、この時だけ緑ゲージを増やす共鳴スキルが使えます。宙に浮いている時は共鳴スキルボタンが光っておらず、この時に押しても変に聖将が浮くだけなので注意。共鳴スキルを押したら緑ゲージがぐっと溜まるので、あとは通常攻撃を長押ししてるだけで勝手に緑も溜まりきるはずです。青も緑も溜まりきると通常攻撃ボタンが光るので、長押しすることで強化銃撃が発動するんですが、そんなこと気にしなくても通常攻撃を長押しし続けるだけで勝手に強化銃撃まで発動するので気にする必要なし。で、強化銃撃を使うと強化モードに入ってゲージも何やら変わったりするんですが、無視してひたすら通常攻撃ボタンをそのまま長押しし続けると勝手に色々コンボしてくれます。簡単すぎる。聖将がやりきった感じを出す頃には共鳴解放が使えるはずなので使います。もしまだ使えなかったら適当に通常攻撃をして共鳴エネルギーを貯めてから共鳴解放しましょう。で、余ってる音階スキルを使って収装スキルで他のキャラに交代して終了。共鳴解放も音階スキルも収装スキルも全部シンプルなダメージ攻撃です。珍しい。動かし方の解説は以上です。では続いて密集共和の解説。すでに把握している人は次のチャプターまで飛ばしてください。まず密集共和って何だったかっていうと、映像は使い回しなので聖将じゃなくてリュークヘルセンで恐縮ですが、聖将はいろんな攻撃で密集共和オフセットデバフという、次共和破壊されたらデバフつけるからなという意味の予告デバフをつけられます。で、その予告デバフがついてる相手を誰でもいいから共和破壊すると、予告通り密集共和インターフェアというデバフが相手につきます。これは要は弱体化デバフで、例えば聖将のような密集共和アタッカーはこの弱体化デバフがついてる相手への余ダメージが上がります。この弱体化デバフは重ね掛けが可能で、具体的には弱体化デバフの効果時間は30秒なんですけど、その間もう一回予告デバフをつけてもう一回共和破壊することで弱体化デバフのスタック数をさらに1増やせます。何スタックまで貯められるのかっていうと、基本的には1スタックなんですが、密集共和の能力を持つキャラクター、具体的にはこの動画投稿時点でリンネ、モーニエ、リューク、ダーニャ、聖将、この5人を編成している分だけ貯められます。1パーティー3人までなので最大3スタックですね。ということで基本的には密集共和軸のメインアタッカーである聖書を使う場合は、これらのキャラと組み合わせると弱体化デバフを最大までスタックできるのでおすすめっていうことです。これが密集共和単独の話で、ここからは聖書固有の話です。今の解説聞けばわかると思いますが、密集共和軸のパーティーで戦うときは積極的に共和破壊して弱体デバフをスタックさせて余ダメを上げていくことになるんですけど、聖書の場合は積極的に共和破壊をするのではなく、超積極的に共和破壊をしましょう。なぜなら共和破壊すると弱体化デバフの効果だけではなくて、聖書独自の能力でも聖書の余ダメがさらに上がるからです。結論はそれとして、で、これから具体的な仕組みを解説します。まず聖書は戦闘開始時、式年集中というバフを1スタック得ます。長いので集中バフと呼びます。で、聖書がこの集中バフを持っている状態で、聖書に限らなくてもいいんですけど、誰かが敵を攻撃すると、その敵に新式補足というデバフを与えられます。これも長いんで補足デバフと呼びます。与える補足デバフのスタック数は集
中バフと同じです。聖書の集中バフが1スタックだったら敵に与える補足デバフも1スタックだし、集中バフが2スタックなら補足デバフも2スタックです。で、この補足デバフがついた相手に対して聖書のいろんな攻撃のよだめが上がります。このダメージ上昇値がバカにならなくて、特に最初の7スタックまでは補足デバフ1スタックあたり 7% 上がります。これだけ聞くと別に密集今日は関係なくねって思うかもしれませんが、この補足デバフもう2つスタック数を増やす方法があって、1つは青も緑も貯めた後に使える銃撃。これを使うだけで3スタック増やせます。もう1つは敵に密集共和インターフェアデバフをつける。平たく言うと共和破壊することでも補足デバフを追加で数スタック付与できます。だから聖書の場合、まめに共和破壊をすることがいつも以上に大事ということです。で、さらにもう1個、聖書にはお得特性があって、例えばある敵を共和破壊しまくって、補足デバフを3スタックまで貯めてから誰かがその敵を倒したとします。この時、聖書の集中バフのスタック数が補足デバフと同一になります。つまり集中バフのスタック数が一気に3スタックになります。で、さっき言った通り他の敵に攻撃する時、集中バフのスタック数がそのまま与える補足デバフのスタック数になるので、次の敵はいきなり補足デバフを3スタック与えられるということです。要は貯めた補足デバフが他の敵にも無駄なく引き継がれるような仕組みがあるということです。この仕組みがあるおかげで聖書は戦闘が長引けば長引くほど尻上がりに火力が上がります。便利ですね。いずれにせよ聖書がいるときはこまめに共和破壊をする。これを心がけましょう。最後に移動性能について補足。聖書はジャンプしてから R ボタンを押すと剣に乗って飛んでいきます。ちなみにその状態でジャンプボタンを長押ししていると待ってくれます。気持ちいいですね。解説は以上です。なお、おすすめ音階とか育てるスキルの優先度は、せっかくゲーム内の攻略サイトに記載があるんだからそっちを見ようの精神で割愛します。いかがでしたでしょうか。名調界隈の攻略動画はパワポとか数字とか使ってどちゃくそ丁寧に作られており、好きなキャラをいい感じに使えるようになりたいだけなんだよなという私みたいなライト勢にはちょっと味が濃すぎる印象があったので、伝える範囲や深度を私なりに厳選してライト勢向けに動画を作りました。聖書と相性がいいダーニャやモーニエももちろん作ってますし、今後実装するキャラも基本的に同じようなアストラジの攻略動画を作ってまいります。今後のキャラの解説動画やストーリー感想動画の方もお見逃しのないようチャンネル登録よろしくお願いします。今回のキャラの使用感、動画への忌憚のないご意見感想をぜひコメントください。おつげなし。